雑談です。ぶり大根です。はらせんということで始まりましたはらせんラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、チーム陣内くんの忘年会がありましてね、その忘年会の場所が赤坂の料亭でございまして、驚くような場所ですよ本当に。今の師匠も食べに来るようなとこらしくて、でそれがちょっと週刊誌に載っちゃったもんだからって2019年に載ったのかな、19年のことが載って、でやいやい言われちゃって電話がどうのみたいな話を、おかみさんがこう自慢げに話していやーすげえとこに来たもんだなと思ってね、忘年会をしておりましたけども、面白かったですよ。僕なんかがねそんなところに本当にスパイのようにして潜り込むわけですよ。でついていきなりこうエレベーターで上に上がるんですけど、こうエレベーターの前でこうおじさまが待ってらしてね、でこっちって言うもんだから、でそのおじさまがお連れさんとこうエレベーターに乗るときに、場所はその上だったんでエレベーター乗るしかないんですけど、これは一緒に乗ってはまずい感じだなと思ってね、エレベーターを一回見送ったりとかね、本当にすごいところでしたけども、中でゾンビ田中を撮りましたんでね、一つだけ後ほどアップしときますわ。本当に面白いところでした。はいね、一体いくらかかってんだろうなって思いましたけどね。それはいいとして、そんなことをしておりましたが、見ましたですわ。じゃない方の彼女の最終回、12話目ね、最終回、どうなってしまうのかね、おさらいでいきますと、教え子というか、学部は違うんですけども、玲子と玲子が雅也さんのことが好きだと言って近づいてきて、で先週学校を辞めるという噂を耳にして、で片桐先生からは、どうやら学生の中で妊娠をしちゃった子がいるんで、学校を辞めるっていう噂を聞いて、でそれがてっきりね玲子のことだと勘違いしちゃって、であたふたして、いたのが先週でしたけども、で今週それがどうなったのかって言ったら、それはもう完全な勘違いで、玲子はニューヨークへ留学へ行くと、美術やなんかの勉強がしたいんで、留学をするから休学するんですよと言ったんですが、そのね妊娠どうのこうのでねあたふたしてるってことは、これやってんのかやってないのかって問題になってくる。ドラマの中では全く描かれておりませんでしたし、もちろんそういうことがあったような描写も一切なかったんで、なぜそこまでこう慌てる必要があったというかね、雅也さんとではなくてっていう可能性も考えていたのかな。でないとおかしいですもんね。自分でやってないのになんでってなっちゃうんでね。それが多分そういう風に勘違いしたのかなと思いながら、結局というか、そんなことはなく、体を心配してね、見に来てくれた、会いに来てくれたっていうのがまた嬉しかったということでしたが、最終的にこういつも自分で決めなくて、先生はどうなんですかって詰められて、きっぱり別れようと言って別れて、それからこうね、奥さんである小谷玲さんが
帰ってこないかなって言ったら、まあ帰ってきて、部屋を掃除しててね、私がいないだけでこんなに汚れちゃうのかって言いながら掃除をしてて、で、ね、私が今一番してほしいこと当てたら許してあげるっつって、まあ何回か間違うんですけども、最終的に、まあ、ずっと一緒にいたいって言って当たりっつって、でまあよりを戻すわけなんですが、でその間にね、玲子の同級生の綾菜の方の恋の問題もありまして、これがねまた良かったな。綾菜さんが本当良かったなと思うのは、玲子に気を取られちゃってた彼氏ね、誠くんを詰めるわけですよね。でどうなんだって詰めるんですけども、まあ誠くんはまあどっちも好きだってね、でも綾菜のことも好きなんですって言うんですが、そうするとこう綾菜さんはね、こう私ばっかりが好きだったんだよねっつって、で次は自分のことを一番に好きになってくれる人と付き合うねっつって、まあ、きっぱり別れるんですけども、これ、まあ、かっこいいというかね、まあ、本心でしょう。っていう、まあ本当にこういい人だなと思ってね。そういう人を、まあ、確かに好きになってね。だから誠くんがこれ一番ね、結局どこにも行けずに溢れちゃったって感じになりましたけども、いやまあそうでしたね。で問題はそっからですよ。お母さん優さん演じる小谷ひろ子さんがこうね、今度私結婚するっつって帰ってくるんですよ。で誰だろうってこうガチャって開いたのはもうほとんど分かりましたよ。私もね、出演者少ないんでね、もう残ってる人はあの人しかいないと思ったら、やっぱり片桐先生が入ってきて、まあバーベキューをきっかけに付き合うことになりましたっつって、今度再婚しますなんつってでね、まあ全て丸く収まったのかな、収まってないのかな。でまあ最後ね、玲子さんがニューヨークの個展を見に行くっていう時にね、最後にこう会いますかっつって、初めて会った場所ですっつってね、それをねヨガを教えてもらってる時にこう着信で気づくんですけども、それよくあれを行くことを許してくれましたよ、レイさんが。でまあ最終的には最後にこう見送りに行って、旅立ちをねこう見送るんですけども、その時にまあレイコさんが行ってきますっつってバーって最後ね旅立っていくんですけども、その後にふとね行ってきますお帰りなさいってね、これこうもう伏線を引いてるわけですよ。だから次があるかのような終わり方をしてね終わってしまいましたけども、まあ次があるならレイブさんが帰ってきてまたねこうマサヤさんをダブらかすじゃないですけど、本当にマサヤさんのことが好きで、帰ってくるのかもしれないしね、この先はまあご想像にお任せしますとしかね、次回作があればいいんですが、どうなってしまうのかといったところで終わりましたけども、いやでも僕は一番良かったのはやっぱりね、綾菜さんが本当に良かったなと、かっこいいっすよね。なんつって本当に次は私のことね、自分のことを一番に好きになってくれる人と付き合うねって言葉は本当にかっこいいですね。しかし世の中そんなね自分のことを一番に思ってくれる人と必ずこう一緒になれてるかっつったらね分かんないですけども、ね
年齢とともにそこは妥協ね、1番じゃなくても2番でも3番でもとなっていくのかもしれない。そのうちこう順位はね、入れ替わっていくんだとは思いますけどもね、なかなか思った通りにはいかない。それが面白いというのかね、そういうことなんだろうなとは思いますけどもね。全てが自分の思い通りにはなんないですよ。所詮他人同士ですからねとか思いながらも、いろいろ考えさせられる面白いドラマでありました。じゃない方の彼女ね、全12話。これね、テレ東の深夜だからと思ってね、30分番組かなと思ったらこれ1時間あるんですよね。だから意外に長いっていう、そんなドラマでしたが、面白かったですね、本当に。で、またやっぱり浜田岳さんがいいですね。前に浜田岳さんが出てたドラマで言うと、あれを見てましたわ。フルーツ宅急便ね、これ漫画原作のあれがありましたけども、あれもなかなか面白かったですね。デリヘル城の送迎する人のお話なんですけども、いろんな人がそこに来てっていうね話がありましたが、それも面白かったしね、本当に面白かったんで、見逃し配信、TVer、それからこれはパラビでありますんで、ぜひご覧になってくださいといったところですか。コントフルーツ宅急便ね、フルーツ宅急便はあれ何でしたっけ？どこの漫画でやってたんだろうな。なんか漫画の原作も読みましてね、それ確かテレビブロス書いてる時に、まだ雑誌がねあった時に書いてた時に依頼されて書くんで、原作も読んでおりましたけども、あれも面白かったですね。だからあれネトフリかなんかにあります。ネトフリかアマプラかに確か上がってたと思うんでね、それも含めて、だから最近はね、ある俳優さんを他の作品の続きの人生だったり、その前の人生だったりが別の作品であるみたいなことを妄想しながら見るのが楽しくってね、その送迎をやってた人が今は大学の准教授をやってるみたいな、そういうね世界線を超えた物語を勝手に考えて楽しんでおりますが、そんな楽しみ方もしながらドラマを見ておりますが、年末年始はねいろいろ総集編とかありますんでね、今日はあれですよ、箱詰めの総集編が始まりますから、それもまた見てね、また振り返っていきたいかなと思っておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうございます。